皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。世界的に有名なコロンブリの第一発見者のさやです。それは国なの？ブリなの？コロンブリですコロンブリを発見いたしました。久々に発見来たね。さあということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか？ご飯いっぱい食べた、お腹出さないよ、早く帰ってきな。すごいお母さんじゃん。伊達ママ胸。すごい勢いのいいお母さんだ。でもこれちょっと仙台の方に怒られるんじゃないかなってすっごい思えたんだけど、大丈夫、ママ胸だから。ママ胸を許してくれ。ママだから大丈夫。あ、ママママということで今回ですね、こちらでございます、はい、隕石。犯人が残すのは痕跡。磨いたら輝くのは宝石。あ、ごめん、原石っていうということで、はい、今回やってる企画はこちら。まるで星が砕け散ったような隕石インクチャレンジ。お届けサービス中。隕石、はい、皆さん隕石って聞くと怖いじゃないですか。大好きですよね。大好きなんだ。だってゲンさん大好きじゃん、隕石が降ってきてさ、なんかまあ不思議な現象が起きる物語、はい、あ、大好き大好き、そういうの意味で言うなら、それはもう大好き。誰もが好きよまあ隕石といえば遠くから見れば綺麗だったりとかねすると思うんですけど、ただいまですね、はい、めちゃくちゃバズっている、しかもすぐ売り切れちゃって、なかなか手に入りづらいあるインクがありまして、何それ。もう端的に言うと今回ロマンインク編です。ロマンインク編。はい。まあ夏目さんちたびたびなんか面白いインクみたいなやってるじゃないですか。鬼滅の刃ロマンインク編ってこと？まあそういうそのぐらい劇場公開夏に控えてるそれぐらい買っちゃいましたよ。わー楽しみ、はい、今回ね、今月文具堂さんにて購入したんですけども、はい、こちらが中国の万年筆インクを取り扱ってる日本のショップなんですよ。オンラインでね取り扱ってるショップさんなんですけど、はい、概要欄にも貼ってあるんですが、その隕石インクっていうのがバズってまして、はい、夏目さんちも何度かね交流のあるジジさんっていうイラストレーターさん、めちゃめちゃ素敵な絵を描かれるね、方なんですけど、ジジさんが紹介されてるのを見たりとか、それとは別にめっちゃ不思議なインク見つけたみたいな感じで言ってる人もいたりとか、つい最近だと漫画家の藤原かむい先生も使ってましたね。なんでいろんな方がチェックしてるインクなんだ。こちらです。書いてある。こちらが隕石インク。今回ねこの隕石インクっていうのがとにかく面白いインクらしいので、開封していこうかなという。なんか素敵ね、はい、星が砕け散ったようなみたいな。そう、それは僕が言ったんですけど。あなたの表現だったんですね。すいません。おしゃれ。別に公式では言ってないです。そうか、おしゃれであなた。こちらが隕石インクですけど、輝くとは思えん濁り。なんかねすごいなんかこれもう茶色だけどイソジンみたいな色してるけど、ね、イソジン今現状ね、現状怒られるぞお前。ファーストインプレッションここでだってさ、インクによってはここですでに、これはもう綺麗だわってやつあるじゃん。なんか結構青が透けてるとかっていうの結構あったよね今まで。そうこれ瓶の状態だと全然イソジンかコーヒーかでもそんぐらいの感じだよね。まあ確かに、イソジンカットしてコーヒーの方がいいかもしれない。そうイソジン、はい。せっかくなので先月文具堂っていうところで別のインクも多分今回さやさんご褒美会ですよ。どういうこと？絶対さやこれね一具入りするインクばっかだと思う。何？たくさん3つも買いました。なんかパッケージめっちゃ可愛くない？これねドリームインクシリーズって言ってここに商品名書いてありますね。月下美人、これ人魚、これアレレンティンですね。これはこれは綺麗なやつはい、こちらが月下美人にこれがカラフルバイオリン、マーメイド。でもこれもなんか見る感じただ濃い。いやなんかさラメみたいのが沈んでるわ。これラメっぽいのがこれなんかいるよ。これキラキラインク。気づいちゃいました、これなんでさやが喜ぶかっていうと今回ですね全てキラキラ系ですね。だいぶキラキラ系です。大好きでこれがかなり有色するタイプのギュルンギュルンするみたいな分離絵の具みたいな感じじゃないですか。一旦多分見栄えとしては、ただどんな風になるのかがまだちゃんと使って分からないので、ちょっと今回はこれをねやっていければと思います。で今日あともう一個買ってるのがそれこそさっきお話にね出てきたジジさんが推薦している紙、なんかとにかくね面白い紙らしくて、ライムスキンってい
し、アルコールインクアートとかに結構適してる紙というか、今回のこの辺の絵の具とかも相性が良かったりするかもと思って買っときました。面白い、さすがだね玄ちゃん。じゃあ行きましょうか。いくよ。じゃあちょっとまず試してみますか。じゃあやってみるか。まず下書きからね。何書こうかな。一旦テストなんで普通に顔描きますかね。私もよし、オッケー。やっていきましょう。久しぶりに取り出したのはガラスペン。ガラスペン。塗るんじゃないんだ。そうか、塗るか。まあとりあえずこんな感じでちょっと女の子を用意したので描きます。なんかめっちゃ茶色だけど。なんかむちゃ、うわ、水足したらピンクになった。見えるこれ。待って、しかもさ、少しこうやって色溶かすとさ、青いるんだけど。青いる、ほら。おもろ、これ。緑と青がさ、下から出てくるんだけど。原液で描いた方がいいのかな、それ。どうなんだろうね。ちょっとなんかもう勇気がないからさ、一回水を置いちゃったよ。さあ、行くぜ。なんかさ、世の中面白いな。青が出てくる。どう落ちて。すごっ。ということでゲンさんもテスト。すごい、これおもろい。でもなんか茶色だね。待って、時間経ってきたらさ、待って、すごっ。なんかさ、宇宙のさ、なんとかかんとか天文台からなんとか大星雲みたいなやつ。そう大星雲の色してない？すごい。でもさ、濃い茶色はいなくなるんだね。でも原液をちょこちょこ乗せてったら、茶色の奥の中に青がいて、もっと深層に深まるとピンクがいてみたいな。ピンクだけ使いたいときはなんかね、だいぶ薄めて使うとかやるとこういうのが使い方できるということに。面白い。めちゃめちゃおもろい、このインク。一旦普通に濃く出してみよう。でもこの段階では結構薄いね。っていうかすごくない？この絵だってさ、一色しか使ってないのにさ。確かに本当にこうなるんだ。これすごいな。すごい。本当になんかね、どかしてることしかしないの。色をどかす。どかさないと星雲になる。やば、楽しい。画材楽しい、やっぱ。すごい。時間経過の後がすごい。濃く出せば出すほど後でね、おかしなことになる。全然アナログ画材使いこなせないのに、俺なんか使いこなした人みたいになってる。で、こんな色になるとはさ知らないまま描いてるわけじゃん、私たちも。そうだね。てかそもそもね、今回今初めて使う絵だからね。そう使う画材、万年筆インクらしいので、だからガラスペンとかと本来はだからこう相性いいというか。でもさ、字書いてる時にさ、こんなさ落ち着かなくない？こんないい色出てきちゃったら、いい色になっちゃった。あら、どうしましょうってなんないのかな。これでお手紙もらった人さ、なんかもう恋に落ちるよね。恋しちゃったんだ文字にどうしたらいいかな。うわー、冒頭だ。物語の冒頭でさ、誰々さんから手紙をもらったって言って、憧れのあの人って言って、私は恋をしてしまった、その人の文字だけにっていう。その人には恋してないの。文字に恋しちゃった。そう、文字に恋しちゃった、その人の。悲しくない？ちょっと悲しい。変態。そう、ちょっと変態。主人公変態路線ね。すごい。なんかもうこっちも綺麗じゃない？確かに元ね、試し書きしてた方がどんどん綺麗になってくる。ほら、星雲だよ、星雲。これマジで隕石だ。うわ、何これピンクで。何これ何このピンク。そう、ピンクになる。このピンク何？これどかしたんですよ、どかしたの。何どかしたって。専門用語使わないで。何それ。何どかした。我々のね、界隈ではどかしたっていう。本当にそれマジそういう。それサヤ語？サヤ語か。なんで僕水彩画界隈のワード使ってマウント取られたのかと思ってさらに。そういうことじゃないんだ。そんなことしないわよ、さやさん。私はガラスペン使ってみます。おお、ガラスペンデビュー。久々ガラスペン。おもろい。なんか思ったよりさ、やっぱガラスペンで描くと濃く出るの。塗ってる最中のさ色とさ、塗った後のさ色違うのがすごい。乾いた後にもう一回水のせるとなんかね、縁に溜まってるピンクがめっちゃボケるんだよね。だからなんかね、ピンク味足したい時は一回乾かしてやるとすごくピンク味が増して可愛い。すごくね？これ一色で描いてんだぜ。すごー。なんか多分さ、こう水彩画家の人とかってあんまりこう線を入れるイメージないんだよね。そうだね。いや、僕はどうしてもなんかこの線の方に行っちゃうからさ。いや、わかる。でも最後はそんな入れなくない？線。いや、でも結局は最後色鉛筆とかで使ったりはしてるけど、
線で立ち入れたりとかするから全然、面で捉える系でしょ。そうそうそう、無理ですねでもなんかその塗り方を従っちゃうの、体が勝手に。それに憧れて、そう、憧れが強すぎて、その、できないのにやろうとして撃沈してる、そんな辛い過去がある。心を込めて歌います。桜桜舞い散る中に今どれだろうって思ったでしょ。俺どれだろうと思ったけど僕の中では直太朗が歌ってたよでしょ、でもう来る準備してたもん最新の桜ないの頼むから平成の桜じゃなくて令和の桜ない？令和の桜ってない？みんなちょっと募集中、ね、コメント欄で教えてほしい。令和の桜って何？令和の桜はなんだ？かわいいこの子かわいいかわいいこの子ほんとかわいいかわいいおかしくなってきた。かわいいこの子ほんとかわいいかわいいこの子かわいいかわいいラップできた。わあめっちゃかっこいい楽しい。めっちゃよ。ちょっとその隕石インクのさ、良さ出せてなかったな、あんまり。そうなの？もうちょっといけたな。ちょっと次行くわ。これ気になるからちょっとこっちやってみます。ずるい。でん。なんか重い紙が。ください。しっとり。1枚ください。保湿されてる感じない？本当だ、保湿されてる。まず僕月下美人をテストしよう。月下美人これどうなるんだろうか。乾くのが遅いのかちょっと、ね。あ、そうかもよ。この紙なんか見ていく？混ざってる。ここさ光ってんの。でもこれ忍耐力かも。すぐに何かをしようと思ってたら生まれないかも。何も。こっちも試してみよう。全部人魚。うわ紫だ。一旦俺もラメ入ってるっぽいな。こっちのバイオリンもいっとくか。イエーイ行くぜ。バイオリン。私この月下美人使うわ。月下美人すごいいいよ。わあ月下美人とバイオリンが。なんかすごい混ぜしてるね。待って、これで今回やっていく企画はこちら。インクが落ちた場所にファンタジーマップ書いてみた。やれよ。言ったのにやれよ。大人だろ。でもさ見て、なんかそういう感じじゃない？確かにマップオープンワールドのさ、RPG 系のマップっぽくなってきて。さあということで、書いていきます。ザカザカとライムペーパー、ライムスキンに書いてみます。いやこれほんと触ってほしいんだよね。なんかすんごいシュルシュル。すっとりしてる。わかる。すっとりしてる。でまあ下書きをね鉛筆で入れていって、これね隕石インクどうなるんだろうなみたいな気持ちでねやっていったわけですよ。これなんか不思議な感じになってる。マジでねむずすぎて後悔した。これは俺には扱えないこの紙って思って、今のところでも見てこの美しい感じ。いやそう徐々に出てくるよね。そうにじみはね美しいんだけど、俺にはまだコントロールできないって言って、でこれあとね隕石インクをつけペンでペン入れしてます。てか金も生えるねこの紙ね。面白いよね。ね。これはちょっと絵的にはもういつも描いてる僕が好きな隠れメカ女子です。これもメカなんですか？これってちょっと審議いやでももうメカ女子じゃないかも。これメカですか？メカっぽいもの。これ生物女子じゃないですか？生物女子ってなんかまたなんか意味合い変わってくると思う。まあでもねメカっぽい有機体女子ですね。そしてさやさんもね、さやさんはあっちですね。もう一個月下美人だね。そう月下美人の方。これねいやめっちゃいい色。この画面だとねちょっとあんまよく見えないかもだけど、かなりキラキラしてる。いやそうなの。そうこれ原画で見るとかなりねきらめついてる。いやそうあと乾いた後によりキラキラしてるっていう感じで、確かにでさやさん珍しくちょっと抽象的な絵を描いてみるなどして、結構ドキドキしながら描いてる。いやすごいね。これめちゃめちゃ雰囲気良くて可愛いですね。ありがとうございますね。とりあえず今回登場したねインク全部使ってみた。あそうなんだ。なんか企画タイトルみたいな。でガラスペンでペン入れをして、ガラスペンで書き、隣のゲンさんが黒く塗ってるのを見て、この後、いいなそれ黒私も塗ろうかなっつって塗ってます。はいということで終わりました。まあもう本当に今回はまた面白画材買って落書き会っていうすごい楽しいだけの回でしたが、めっちゃ楽しかったっていうかすごかった。こちらです。せーのドン。おーすごい、めっちゃ可愛い。ゲンさんのもすごいよ。ありがとうございます。僕の方今回結局ほぼ隕石インクなんですけど、そうだね。でこれライムスキンっていうやつに隕石インクやったらなんかさっきよりなんか控えめな紫系統っていうか、どっちかというとそうだね。どっちかというと赤紫系統で落ち着いて、多分なんか僕が
まだその使いこなしてないだけかもしれないけど、ちょっとこんな感じになってるから、じゃあまあいいか、このままいくかと思って、ただここに金色入れたらどうなるんだろうと思って、いつも使ってる金ペンやったらすごいジュワってなってるんですよこれ。まあ多分乾いたらもうちょっと出ると思うんだけど、結構液体みたいな感じでジュワってなって、それが面白くて調子に乗ってやりすぎたって感じです。いやでも、なんかこの色とさ、この隕石インクと金の相性めっちゃ良くないか。めっちゃいいね。であと一応このなんか青い方ね、この月下美人も使おうかなと思って、ちょっとだけアクセントでペン入れにちょまちょまやってたりしますね。いいね、面白い。なんか先にさ画用紙でやった方とさ、色が全然違うんだけど。そうだからさっき僕がやってたのがこれね、ピンクなのにこっちはそう完全にピンクというか、なんか茶色系。そうだね。からちょっと青も緑も入ってるみたいな、僕のは今回こんな感じになりました。はい。じゃあせいさん珍しくどっちも女子今日。こっちが隕石インクで、こっちがこっちのね月下美人とか人魚とかをこう作ってやったやつで、やっぱ隕石インクすごいな。やっぱりさ、今の世の中さ、もうみんな欲張りだからさ、1個の液体の中にさ全部の色入れちゃおうってなっちゃったんだよ。入れすぎでしょっていう。どういうことなんだろうね。この辺とかすげえいい色してる。いやそうさやの方でしか出てないの、僕の方で出てないのあんまり、まあ、ちょっと出てるけど、これなんかすごい綺麗に。いやここすごいよね、なんかここ星雲じゃない？すごいね。だからこれもっとだから我々がもうちょっと練習してね、使いこなしてったらもっと面白いことができるんだろうなという感じですが。でもどうしますか、これなんかまるで星を砕いたようなみたいなさ、表現をゲンさんもしたじゃないですか、新しい表現だけどさ、本当に他の文明の技術が使われているインクだったとしたら信じるか信じないはあなた次第ですってこと。どういうオチにしたいんだでもすごいね、面白い画材がたくさんありますので、ぜひね概要欄に一応その今回購入したサイト買ってありますので、気になる方はちょっと今売ってるかわかんないんですけど、なんかでも再入荷予約みたいな待ちみたいなのもあるんで、ぜひね楽しんでみてください。いやちょっと面白かったな。ちょっと今後も夏目さんちめちゃくちゃ面白画材を一気に放出していく可能性があるんで、チェックしてみてください。ここは落書きレギュラーかもしれない。ちょっとこれレギュラーだね。さやもなんかいつもの絵にも使ってみてほしいもんね。なんか一番最初にベースで塗っといて、面白そう。そう上からなんか別の絵の具とか使ってったら、場所によっては青だし、場所によってはピンクだしみたいな不思議な絵になりそうで、ちょっとやってみたくなりました。まるで隕石が降ったような衝撃でしたね。こんなに楽しいのに、こんなに楽しいのに最後になんかこう急に薄っぺらくなって